ノブです。白子です。ハプセラ TV 相談室でーす。これね、先ほどちょっと右肩やってもらったんで、ミキティのこの気遣いで温めといた方がいいよということで、ホットマフラー、ホットマフラーって言うんですけど、めっちゃ暖かいです。気持ちいい。いい感じです。ということで、今日お客様の中でこういう施術困ったなーっていうのをね、ちょっとトークで話していきたいと思います。はい。なんかありました？そういう。そうですね。ここ最近で一番困ったなっていうのは、だいたいどこ触ってもくすぐったいっていう人ですね。くすぐったい人かー。ないです、くすぐったい。いや、今までやっぱ何人か。いるのはいるんですね。いるのはいた。ちょっと初めてすぎて、すごいどうしたらいいんだろうっていう、もういろいろ試行錯誤はしたんですけれども、最終的に押すとダメなんでしょ？押しても触っても。そうですね。とにかく指の感覚がこうやって当たるとダメ。くすぐったいっていう。あともうほぐしてるのにカチコチになるっていう。肩周りをこう指で指じゃやれないんだよね。だからなので一応やり方が合ってるかわかんないけど、深呼吸してもらって、ちょっとリラックス吐いてください。でちょっとその吐いた瞬間でこうやったけど、でもいろいろ試したんだけれどもダメだったですね。最終的にはもう触らない施術かうちであるエネルギー的な感じか、あとは触らずほぐす岩盤浴的なよもぎ虫を案内したりとかしてほぐすのが何を主訴できたの？やっぱり腰とかもみほぐしを受けには来たんです。もみほぐしを来たんだけど、もみほぐされるとくすぐったいと。そうですね。なのでいろいろこうあれやったりこれやったりってやったんですけど、私の経験も何件かありますけども、この前ちょっとそういうことなんだと思ったのは、普通に施術もみほぐしだったんで始めたんだけど、ちょっと強いですと。でくすぐったいですと。と思って強いです、くすぐったいでちょっと弱めたんですよ。でもくすぐったいですみたいな。背中あれくすぐったいじゃできねえじゃないと思って、今度手のひらとかいろいろだから同じよ試行錯誤でどうやって触ったらくすぐったくないのかなと思って、でも何やってもダメだったので、ちょっとひらめいてさすったの。それぐらいでいいですって言われて、それはくすぐったくもないし痛くもないしみたいな。さすりはちょっと今回はやってなかったですね。ちょっといろいろ指がダメだから、手根とか手のひらとか、だから押すことにそっちをやっぱりちょっと考えてやっちゃったんで、押す方向の指じゃないやり方、そういうふうに考えちゃうよね。そのね思考を変えてさすってみようと思ったらそれでいいですって。でも90分だったんで90分いろんなとこ全身さすりました。いやでもそれで良かったみたいですよ。それが気持ちいいらしいです、本人的には。さすりか。そう今度もし来たら。そうですね。もうちょっと会えるかわかんないですけど、もし来たらそれをやってみます、提案的に。そうですね。だからうちらが思い込んでんだよ、押さなくちゃいけないとか。そうですね。じゃなくて、その人はどういうことを望んでるのかということを視点に置くと、そういう発想が私も生まれたんで、どうしたらいいんだろうみたいな。いや本当それでよかったですけど、でもそれ一回きりですけど。その人どっか出張で来てたのかな、でホテルかなんかで受けてて。なるほどね。女性の人ね、女性のそうですね。40代だったかな、ちょっと
あれだ、記憶があれだけど。私は20後半でしたね。だからそんなにまだ受け慣れてないので、慣れてないのかなと思ったんですけど、でもそうじゃなさそうで、過去に56件も行ったけど同じようになりましたって言われてまたうちに来たので、じゃあちょっとまたいろいろやろうかなと思ってやっちゃったんですよね。いや、そういう人来たらさするのも一つそうですね、手段がありますよってことで。さする、そうですね、ぜひそれもちょっと提案的にやってみようと思います。くすぐったい人はさすってみましょう。まあ分かんないけどね、それが当たりかどうかはね。そうですね。本当指だけ、確かにさ、こうやってピンというのがさ、感覚的に苦手だっていうのはなんとなく分かるじゃん。なんとなくね。そうですね。うちらは気持ちいいのでやってほしいけど、なんか点圧が苦手だからって面圧でもダメ。もちろん肘なんかそういけないし、いろいろ俺もやったけど、結局はこうだからこうやってやるのがなんだけど、これだったらよかったねと思ったらね、あれがそうだった。ビッグダディの施術がそうだった。昔テレビ一緒に生放送出たことがあって、で芸能人にやるんですけど、空き時間があったんで結構空いてたのかな、番組そっちでやってて抜けてこっちで、やるみたいな感じだったから結構空き時間があって、ビッグダディがやってあげるっていうから、どういう施術か気になるじゃん。そしたらこう警察からスタート、警察なんだスタート、背中そしたらずっと警察なんだよね。ビッグダディビッグダディ、今あんま出てこないけどさすってんの背中。背中はじゃあそういう感じなのかな、足とかは違うのかなと思ったら、足とかも一生懸命こうやって本当こうですよ、摩擦で熱くなってくるから痒くなってくるんですよ。それを全身45分やられましたっていう話なんだけど、で聞いたの、こういうやり方なんですねって聞いたら、行き着いたとこはこれなんだよねって、血行を良くすればいいからあったかくなるじゃんっつって、あったかいところかゆかったけどねでもそういうやり方でやってるみたいですよ。今何してんだろうね。そうですね、その主義やってるんですかね。いやーどうなんだろう、これも一応温めるんですけどね。いやこれめっちゃあったかい、気持ちいいこれ、あったかい北海道みたいな。ネクスト、やっぱり腰背中はもう常にいろいろ今まで勉強してきたけれども、まだ多分あるんだろうなやり方がっていうふうに考えちゃう。まあその経験はまだ浅いのでそこまでではないけど。何年目今？まだ4年なので、4年選手、そうですね。だから受けに来られる人もちょっと症状が違うと初めての人も多いんで、その症状に対しての施術自体が初めてっていう時もあるので。例えばどういう症状の人？例えば、要は腰で言ったら立つ時痛い、座る時痛いとか、ひねったら痛いみたいな感じのパターンできて、肩をこうすると痛いとかできた時に、その過去の自分の施術とか習ったことはとりあえずやるじゃないですか。ただそれでも取れなかった、取れないのはまだ違うやり方があるのかなっていうふうに考えちゃうんで、そういうふうにね、でもいいんじゃないですか。でも一応一通りは自分の知識と経験とでやるんだけれども、やっぱりそれでも取れない人もいるから、まだ経験とかいろいろまだ違うやり方があるんだろうなっていう考え方にやっぱり今はなってるかなと。いろいろバリエーションあるといいよね。そうですね。そういうのは。ただ同じ角度でもちょっと角度変えると本当はもうちょっと違う、奥そこに来たのに、ただ自分が習った角度でこうやっちゃうから、もうちょっと自分なりにその人の体に対してのアレンジをっていうことですよね。習ったのは同じ形でやっちゃうから、これでいいんだって思い込んじゃうけど、実際その人はもうちょっとその角度をこう変えるだけでその人のね欲しいところには行ったのかなっていう。そういうことはあるあるなんで、よくお客さんの体見ながらやっていく。そうです、感じ取る力だよそれは、こっちが。お客さんいつもやってるノーマルな主義
プラスこうやったらどうなるんだろうっていうのを常に考えて、そうですね、だからそれを施術の中で自分で試しながらやったりとかします、やっぱり。めちゃめちゃしてます。してます。めちゃめちゃしてます。常にしてます。常に進化する同じこういうふうに押したりとか、こう上からを角度変えてみたりとかっていうことですよね。角度もそうだし、揺らしてみたり、なんか仕込んでやったり、まあいろいろ試すよね。試します。そうです。そしてそのお客様がどれが気持ちいいのかな、どれが一番ほぐれるのかなっていうのを常に探ってるわけ。感覚的に。ついこう聞いちゃうのがいいのか、自分の中でこうかなと思って、これは多分気持ちいいのかなっていうのでやっちゃうのか、もう素直に聞いた方が早いのかっていう、そこはちょっと考えちゃいますね。そのやったことないやつでやった時にどうですかっていう、こうそれはね、自信があるセラピストっていうのは、もうそこがもうピンポイントで聞いてるっていうのをお客さんとこうなんつうんだろう、リンクしてるっていう。なるほどなるほど。だからもう伝わってくるの、バンバン感覚で。これ今来てる、聞いてるみたいな。でお客さんもちょっとリアクションだったり呼吸だったりでそれを示してくれてるわけ。これ聞いてるな、これちょっと違ったかなっていうのもお客さん見ながら感じて変えて変えて、それで分からない時もちろんあるね。その時は聞く、その時だけ聞く。なるほど、その時だけね。その時だけ聞く。だって一回一回聞かれてもそれは確かにそうですよね。面倒くさいよね、答えのお客さんもね。強さ加減もそうじゃないですか。毎回聞かれてもさ、もうね、もうゆっくりしたい、寝たいっていう人もそうだし、答えるのもね、お客さんも億劫になってくるし、大体もうだって今俺も聞かなくなってるしね、圧加減聞かなくなっちゃったんです。それちょっといいか悪いかはまあ別として、強もみしたくないんですよ。強もみで来たお客さんもこれでもほぐれるっていうのを分かってもらう感じで、私強もみで来ても文句ほとんど言われないんで、そんな強くやってないんだよ。なるほど。強くやる場合もあるんだけど、それはなんつうんだろう、体に対しては良くないですよっていうことはこう何気なくこうお客さんに言ってって、まあでもそれがお客さん好きだからまた予約が来る。でもその中でどんどんこうコミュニケーションを取るうちに変えてってんのよ。どんどん弱くても聞いてくれるお客さんの脳みそ。だからさっきもそうじゃない。ここが凝ってるからここをガンガンやってほしいから強もみやってほしいっていう感覚でくるじゃん。でも原因はここじゃないんですよってことはお客さんが納得できればいいわけですよ。そしたら他の部位、例えばここがひどいんですよっつってよく言うね、前がやりました、ここで取れるんですよっていうお客さんの感覚、要するに俺キーンってなってたじゃん。それがここを押すことによって菌が取れたらそこでいいんだって、それはお客さんが納得するわけよ。そこまで持っていく。でもいきなりやっちゃダメなのよっていうのは、ここやってほしいから来てるからガンガンまずガンガンやってあげましょうっていう。でもそんなにガンガンやらなくても取れますんだ、取れるんですよっていうふうにお客さんの脳みそを変えてってあげるみたいな感じ。そうじゃないと繰り返しなんですよ、強もみって。そうですね、大体まあ同じのを求めてきちゃいます。前回やったので、前回やったのがもっと強くってなってっちゃいます。あれマッサージ機と一緒です。マッサージ機もどんどん強くなっていくわけですよ。もうゴンゴンその意味っていうのは要するに壊れていくわけですよ、筋繊維が。マッサージ機もゴンゴン同じとこがやるわけじゃない。そしたら筋繊維の細かい部分がね切れてって破壊されてってまた修復するときにもっと硬くするわけよ。そしたらもっと強くってなっちゃうよ。そうなっちゃわないようにお客様のことを考えてそうしていきたい。あとこの業界全体をそうしていきたいわけですよ、私は。だから強め施術をおすすめしてないんだけど、実際は強め施術してる人がめっちゃくちゃ多いんで、特にね某大手とかはみんな強もみになっちゃってるんですよ、お客様も。もう耐えれる体になってきてるというでスタッフもガンガン強もみできる手になってきちゃう。でも壊れていくんですよ、スタッフ壊れていくんですよ。ちょっと名前は出せないんですけど某大手で働いてる人が
もう横浜地区で指名ナンバーワンぐらいの、うちの勉強会来てからナンバーワンになったらしくて、まあナンバーワンになれるぐらいのいろんなことを教えられるわけですよ、結局リピートの取り方も含め、じゃなくてその人がどんどんやっぱり強くなっていっちゃって結局壊れちゃったんですよ。原因不明の手首の痛さ、原因不明なんですよ。お医者さんで行っても分かんないから何件か行って、いやもうね一回痛いんですけど見学勉強会行きますって言って来たんだけど、ちょっとねもうなんかレベルが違った。なんか筋骨格がっていうレベルじゃなく感じた。もう膠原病とかさ、そういう細胞レベルな。それはすごいっす。じゃあそうじゃないって言うんだってお医者さんは。ってことは多分そういう数値が出ないからそうではない。だから何かあるんですよ。その何かがお医者さんとかレントゲンとか MR では出ない。3ヶ月休んで4ヶ月でもね働かないといけないからっつって、4ヶ月休んでもまだ痛いんだけど肘とかうまいところ違うところ使って週にちょっと回数を抑えてスタートしましたっていう連絡が来ました。なるほど。今月来月か7月も勉強会あるんだけど、行けたら行きますみたいな感じで。そうなっちゃうんですよ、そういうとこで。だって1日6人とかガンガン強もみもおるわけですよ。強もみやってる人って強もみのお客さんで自分のお客さんいっぱいになりますからね。そうです。そういう傾向にあります。繰り返し来る人は必ず来ますね。そうだ。なので私は強もみはそんなしないんで、さっき言ったようにするんだけど変えていくみたいな感じでやってるんで、意識を変えて、そうお客様の意識を変えていく方向でやってるんで、皆さんもそうしていってほしいわけですよ、強もみやってる人はね。でもお客さん望むからやってるんですよってなるんだけど、実際だって傷壊れない強もみ施術があればいいんだけどね実際はね、動かさないっていうのが一番壊れないね。動かさない。要するにさ、ここが痛かったらここを、肘でも指でもギャーって入れたらしい。それは壊れない。こう跳ねさすから壊れる。動かすから。繊維を動かすから壊れる。繊維をただ押し続けるだけだったら壊れる。普通に考えたら豚肉とか牛肉想像してもらって、こうやって一生懸命やるから筋張ってるところが壊れてるわけじゃない。白い線のところが柔らかい美味しい肉に。そうそういう感じ。それをグーッと押してるだけだったら壊れるでしょ。そうですね、壊れないですね。そういうこともあるよね。っていうか話がそういう感じになっちゃってるけど、あとなんかある？強もみと弱もみで困ることはないよね。っていうか聞いていきなり聞きましたね。いきなり私もそうなんだけど、強いのが好きじゃない人ってお客さんでもいるじゃない。いますね。でも強みやってるセラピストって弱めって言われても最初は弱めで気使ってやってるんだけど、そのうち強くなってるみんな。自分のやり方に変わっていきますね。自分の方に持ってくるっていうか、いつの間にか自分の主義になってますね。それね、覚えるまで俺も長かったな。今は弱め全然できるんですけど、それをね 7,8 年ぐらいまでは結構ね、お医者さんで揉み返しになっちゃうから絶対強くしないで弱もみでお願いしますっていうお客さんで、それがそうだった俺昔何年3、4年目とか5、6年目とかぐらいの時に何人かいたお医者さんで、例えば手術が入ってる前の日受けないって言ったかな、揉み返し来たら嫌だからって言って。で弱もみ最初はできるのよ。そのうちね20分30分40分になってくるとね圧入れちゃってるのよ。で揉み返し皆さん来ちゃいましたみたいな言われて、来ちゃったからこの前来ちゃったから、今日はもっと弱めでねよろしくねっつって、でまた来ちゃったって何回か繰り返しちゃって来なくなっちゃう。じゃあそれだったら弱くても効くっていうことですよね。それをそれ言いたかった。そう弱くても効くんですからね。私実験したことがあってちょっとお客さんも見てるんであれなんですけど、寝ちゃう人いるじゃないですか。寝ちゃう人います。寝ちゃう人に一生懸命ほぐそうとしたら揉み返しになりますからね。それこそもう完全脱力しちゃってるんでお客さん、弱くていいわけですよ。寝
そうですね、うん寝たら私もちょっと緩めます。ちょっとじゃなくてちょっというかもうかなり、緩めはしますね、もう寝た状態を続けたいなと思ってで私ちょっとね実験っていうかなんかそういう感覚になっちゃうんで、股関節症っていうか股関節が痛い人がいて、右股関節かなあれ、でちょっとビップな人なんだけど、某保険会社のビップな会長さんでその人もホテル施術かな、ホテル施術新橋かなどっかで行ってて、でその人がどっか地方からこっちに来るたびに呼ばれて施術してたんだけど、ある時がっつり寝ちゃって、あ、これちょっと股関節のとこ触ってるだけでどうなるのかみたいな。触ってるだけ揉んだりしない、動かしない、触ってるだけ、もう手当てああ、はいはいはい。どうなったと思います？手当て。その人60分なんだけど、私30分でだいたい仰向けとか横向きにしちゃうんだけど、その時はだから結構眠そうだったんで、横向きを抜きにして仰向けにして、で最初首やるんですよ。首やったらもうガツって寝ちゃったんで、まあ主訴が股関節なんで、まあ、ゴルフもやる人で、で右股関節で右股関節を触ってただけ。仰向けの時に上からですか？上からです。上から、どうなったんだろう。で次の日それ終わりました、帰りました、次の日朝早くに電話来たんですよ。私朝早く電話なんて鳴ることがないんで、仕事が午後からなんで8時半ぐらいに、8時15分だな確か、覚えてるな。そりゃ早いですね。ビビッちゃうじゃん、なんかあったのかと思っちゃう。逆になんかあったのか、逆に昨日寝ちゃったから何もしなかったでしょって文句言われるのかみたいな。なるほど、あるかもしれない。痛すぎるか、お客さんが痛すぎてちゃんとやったのって言われるのかなみたいな感じだったんだけど、なんて言われたと思います？まあその流れからすると、すごいスコアが良かったとか、よく動いたっていう。いや朝早くだからまだ行ってないんですけど、どうなんだろうな、股関節よく動く。まあそういうことだね。何したのって言われたの。何したのって言われたからちょっとビビッみたいな。いや今まで何十回も言ってんのよ。で何したのって言われて、今回がっと思ったんだけど、その後に続けてめっちゃ股関節楽なんだけどって言われて、めっちゃ楽なんですけどって、今まで今まで一生懸命やってるわけですよ、いろんなことを。ストレッチかけたりさ、ほぐしたり動かしたり、こっち行ってるからっつって、そうですよね。それに勝ったわけですよ、手当てが。いやこれ本当現実ですからね。手当ての方が効くという。すごい、もう動かさずして触ってますけど、触んない施術じゃないですよ、触るんですよ。でもそれで俺こう触りながら溶けていくのが分かった。筋肉のこりが溶けていくのが分かりました。もうジョ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 ってこう入っていく感じだから。触ってるのはね、実質20分ぐらいだったかな。そんなにもうその同じ箇所をちょっとずっと、同じ箇所もあるんだけど、そこがちょっとね言えないポイントがあって、ポイントと2箇所起死停止の部分なんだけど、起死停止を触ってるだけ、乗っけとくだけで徐々に溶けていったっつって、溶けていったからちょっとね部位を変えて、ちょっと角度変えて、なるほど、場所変えてちょっと映しながら、そうでこう触ってるだけ。それを知ってたんですか？その主義はそれをする前に誰かにこう。知らない私ほとんど自分で実験して今回もちょっと実験的にもう寝てるからやってみた。今まではなんか申し訳ないっていう気持ちがあるじゃない。いろいろやらないといけないと思って、寝てるお客さんに対してよ、やらなくちゃいけないって思ってるじゃん。そうやってだって思ってんだって、何年もやってたから、寝てる人もしっかりやらなくちゃいけないみたいな。そうです。それは普通じゃん。まあ一応対価を払うけどちゃんとやらなくちゃいけない。そうですね。やったっていう。そうやったっていう自負が自分の中でね。それだから自分の中だけの話なんだよね。でやってみたらそっちの効果あったんですよ。だから結構ね、私契約してるホテルとかがあって、ホテルに来るお客さんって出張で来てる人なんですよ、大体。出張で来てる地方から
うちの方のねホテルの方に泊まりに来て仕事で来てる、はいで仕事で来てるんでクタクタなわけですよ結構。あとは会合とかあって、飲んでる方もいらっしゃるんそうでで寝ちゃう人が非常に多い、寝ちゃう人に非常に多いんだけど、結構その施術使ってます。寝ちゃってる人に、使ってます、はあ、まあもちろんポイントを抑えながらもちろんポイントが間違ってたら多分ダメだ。ああそうですね、へえ、あとねこのエネルギー的なこう溶けていく感覚が分からない。ああ、なるほど、それこそ感覚だ。いや感覚というかね本当に溶けていく感じがするの。こう例えば首都圏張ってる時、こうやって触ってるとじゃん、ただねドジュ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 なんか溶けてく感じ、ジュ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 みたいな沈んでいく感じ。ああ、確かに指ちょっと圧をして置いといて、まあ動いてるのは感じますよね。分かりやすいとこあるじゃん他も。ああ、こうやってるとなんかじわーって入ってくる。なんかこの辺にじわーって感じる時が、そういう感覚。ああなるほど。へえ。それをそう手当ちょっとね、皆さんもただ起きてる人にやるには了承が得ないといけないと思う。起きてる人にやるにはそうです、寝てる時に対応した手技をっていうか私究極言うと今オンラインコンテンツに向けてカリキュラムいっぱい考えてるんだけど、まだごめんなさいね考えてる段階で5000人いけばチャンネル登録者がねいけば出していこうと思ってるんで応援お願いします。なるほど、それを最終兵器として結構入れてきます。その主義も、やり方どこを押さえる、ああなるほど、腰痛の人、股関節の人、肩の人、でこの施術が一番お客さんにも負担がなくほぐせますよと。それがお客さんもみほぐし嫌いな人も対応できるわけ。さっき言ってた人に対してもできるし、だって触ってるだけなんだからくすぐったくないよね。圧もかけないんだから手当てなんだ、押さえて触ってくる、さすりもしないからそれがね。それはちょっとそうですね。でそこにね行き着いたね究極の技があるんですよ。それはねちょっと出せないっていうか言えないんですけど、私の中の一番トップのやり方なんで、なるほど。その手前に椎名式オリジナル整体っていうのを掲げてやってる勉強会とかで出してるいろいろあるんですよ。いろいろあるんだけど、でその中でまあ究極がなんつうんだろう、そっちになるんですよ。起きてる人でも納得できて、手当てだけで納得できて症状が改善するように。それができたらだって変な話60分1万円とか2万円とかでお客さんに負担がなく取れれば一番良くない？そうですね。セラピストもいいしお客さんもいいわけですよ。そうですね。どっちにも優しい。どっちにも優しい。右にでもなく。しかも症状改善が著しくいいので。いやもういろんなそれはちょっと興味ありますね。あるでしょ。そのオンラインコンテンツの一番最後に持っていくから最初はいろいろそれでも皆さんの勉強になるようなやつをどんどん作ってって今ねハピスラとかあとうちの塾の出してるのとかじゃないことを考えて今彼のカリキュラムを今考えてる。まあ同じのもあるんだけどもっと細かく分かりやすくとか、ベクトル含めね圧加減もそうだし、圧加減って結構大切だよね。そうですね、その人にとって心地いいまで、それ以上いったら痛みがあるとかはちょっと意識しながらは、その人の体見ながらはやったりはしますけど、本当に一番合ってるのは何なのかっていうのはこのやっぱり考えながらはやっぱりやりますね。それと考えずにできる、考えずにではないけどそのポイントを抑えできてどっちにも優しいっていうのはすごいですね。いやーすごいでしょ。すごいでしょ。聞くだけで究極でしょ。そうですね。究極だと思う。そうだと思いますね。それが変な話オンラインコンテンツ入ってくれる人がいたとして20何回で考えてんで一つのパッケージで。で最後の方は開業の準備の仕方とかも入れながらその究極のを入れるんで、究極はそれ主義だけでご飯食べていける人たちがいっぱい増えればいいと思ってるんで、そうですね。確かにそれをちゃんと
どういうことでどうなってっていうのを教えて、それをメニュー化して全国に普及できれば一番いいよね、椎名式究極のそうですね、安心安全施術みたいな。そしたら受けるの嫌いな人とかもいるんだよ。マッサージ嫌いですとか、結構意外と多いよ。意外と受けに行ったらなんか行き続けないといけなくなっちゃいそうで行きたくないっていうのも私が聞いたことあるのは苦手、もうそもそも触られるのも苦手だしとか、いろいろあるので、そういうちょっとやってたらもみ返しになっちゃう体質の人もいるからね。だから行かないっていう人もいるんで、そういう人たちにもできるという。そういう人たちにも症状あったりするからさ、頭痛がひどくてとかさ。そうですね。それでも揉まれるのはそうで嫌だし、だから薬飲んで終わりみたいな。そうですね。薬をね飲み続けてあんま良くないじゃないですか、やっぱり。そうですね。私はもう本当にそう思います。やっぱそうなの。私も嫌いなんですよ、薬は。薬と病院は嫌いです。ただね、行かなくちゃいけない時にもちろん行かないと。切ったり貼ったりは自分じゃできない時もあるので、そういうのがお世話になります。私だって事故した時に背骨折れた時に本当は背骨を整えてプレートを入れる手術をしなくちゃいけなかったんだよ。もう断固拒否だから。それでもこれでもうわそのずれたままでもいいぐらい。もうずれてる。ずれたままくっついてる。でも症状出てないからね、麻痺も出てないし。すごい。膝も自然治癒力とか切れちゃったんだよ、靭帯が。靭帯切れても内側側靭帯切れたの。前十字靭帯も切れたの。で脛骨は折れたんだけど、つないだり不思議だよね。不思議だよね。いや不思議ですよ。どうやってくっつくのあれ。メカニズムだけでピャーンってなってるから。切れたんだよ。切れたものが自然にだから人間ってねくっつくんですって。すごい。人間の体ってまだまだ分かんないこといっぱいありますね。すごいわ。でずーっとビッコ退院してもね半年ぐらいビッコだったんだけど、もうね持ち前の実験でジムですよ。もうビッコ引きながらジムに通いました。で徐々に筋肉つけてって、やっぱり左やっちゃったんで左側ね筋力めっちゃ衰えちゃったんで、それでもね俺入院中ね友達とかに言ってダンベル持ってきてとかチューブトレーニングとか持ってきてって落ちないんだよ。それでもしてたんだよ。それ病室でやってたんですか？病室でやってた。うわーすごいな。看護婦さんに怒られてた。母言うまでやんないでください。ゴロゴロって置いて。母言うまでやんないでください。すごい、そんな患者さんなかなかいない。怪しい。夜やってたら怪しい。いや夜はやんないな。いや落ちたくなかったんだよね、筋肉がね。そうですね。もう全然やっぱりお客様でも足の太さからはやっぱり手術終わったとか退院した後っても全然違うね。太さも違うし、だからそれを戻していかないと体のバランスが崩れる。そうですよね。そう体見ながらですよね。そう見ながら一番やっぱりそうですね。私も自分よがりでやらないようにしない。そう自分よがり多いんで、もうぬるくなってきたな。そうです。またチンしたら大丈夫です。ということでちょっと勉強になりましたでしょうかね。なりました。なりました。ありがとうございます。いろいろ考えないとその人に合ったものっていうのはまだそうだね。私はそこを一番大切にしてるので、ただまだまだよ。私なんかも全然まだまだよ。本当にもういや本当にね、本当にダメだなと思うよ。まだまだ全然話にならないし、自分のこと見えてねえし、なんだろう、もっと勉強しないとダメだよね。いやもう日々そうですね。ちょっとでも一歩半歩でももうわずか1ミリでもちょっとだけでも思えればちょっとなんか違う発見があるのかなって。いやそう一歩踏み出さないとそこが生まれなかったりするんで行動する。そうですね。あと動画見てる人たちでも、動画見て勉強するのはもちろんいいことなんだけど、その後自分でちょっとやっぱりやってみないとダメだよね。やってみないと勉強にならないね。紙で見てこういう動きなんだって言って実際やってみないと。そうやってみないと。それやってもそれが正しいかどうかもまたそうなのよ。確認も大事だし。そうなのよ。そういうのはやっぱり勉強会とか行って聞いたり見てもらったり受けて実際自分も受けたりしないと受けてみた方がいいよね。そうなんですよね。セラピストのさ気になる場所整体院とかねリラクゼーションあればどんどん
受けに行くのも勉強ですからね。そうですね。それはでもね、ある時にやめちゃったんだよな。俺も結構受けに行ってたんだけど、なんかごめんなさいね、言い方すっごい悪いけど、下手くそな人の受けると自分が下手くそになる。映っちゃう。そうなんだ。私は感覚がだよ、自分の感じが。上手い人を受けると俺自分も上手くなるみたいな。なんだろう、気の問題なのかな。だから結構気をつけてる、それは。もう下手にあまり受けなくなっちゃった。そう思っちゃったから。だって世の中のゴッドハンドの人たちだってそうよ。結構行きましたよ。行ったし、知り合いも結構行ったり。変わらないですよ、皆さんと。変わらないですよ。もうその人なりのこうブランディングができちゃってるだけの話で。あとはね、言わせないあれが強い。言わせないっていうのはもう雰囲気とか、良くなったでしょ、もう取れたでしょっていうので言えなくなっちゃう。でももう帰りの電車でもう凝ってますよ。凝ってたり痛さが出ちゃってますよ、大抵の人は。そんなもんです。言えないの。例えば施術の仕方、言えない施術の仕方ってあるわけですよ。症状を取る時の。こうして、こうして痛いの、こうしてどう、こうしてどうって誘導されながらやられると、こっちの楽です、そうでしょっつって、こうどんどんこう、そういうような誘導施術なんですよ。そうするとね、楽になったでしょって、楽になりましたって、こうどんどん言えなくなってくる脳が。上手い人ってそういうことなのよ。世の中のゴッドハンドの上手い人たちってみんなそういうのが上手いんで。でも実際取れてるかどうかはその施術中じゃないんだよ。終わった後、もしくは次の日とか3日後2日後、上手な人って2日後3日後楽ですからね。ただ言わせない施術のゴッドハンドの人たちはその場はいいんですよ。その場はすごい取れた。でも帰りのもう例えば電車で来てたら電車で「あれまだ痛いや」とか、次の日なんかもっと痛いとか。それがもっと痛いがいい意味の痛さだったらいいんだよ。そしたら2日後3日後に良くなったりするんだけど、それがね、そこの本意っていうかなんちゅうの、本質を知ってくださいって言いたいわけですよ。っていうか言ってかなくちゃダメだなと思って、私ぐらいな変なやつが言えるやつが言われても俺はなんかへこたれないんで、言ってかないとなみたいな。だっていっぱいいますもん、そういう人。まあね、なんだろうね、金儲けなのか本質なのかのそのバランスっていうか、もちろんお金はね必要だし、お金稼げるのは全然いいことなんだけど、それがね本当にいい意味のいいものであれば全然 OK なんだけどね、違う人もいるよっていうところがね。なるほど、そうですね。自分も気持ちだけは常にこう考えるところをちゃんとこう明確に持って接していきたいなと思いますね。本当にそういう師匠もそうだし、師匠というか出会いだよね。きっかけがあれば全然みんなギャーンとレベルアップするから、なんか一つのことで急にね上手になったりするからね。一つのヒントだったり、私もそういうこと何回もありましたから。なんか普通にやってて、もっと勉強しなくては、勝利しなくては常にやっぱ思ってて、いろんな勉強行ったりこうセミナーもやってる時期もあったけど、自分の型ができるまではどんどん精進して、自分の型白子テクニックっていうのができてくるわけよ、そのうち。なるほど。できています。まだないですけど、それがだから日々こう、例えば私なりね、ミキティなりうちの動画なりで見てこう真似してって、こうやってやってって、こうするともっといいなとか、自分なりの型ができてくるのが感覚が分かるでしょ。分かります。これ取り入れたいなとか、これちょっとやってみたいなっていうのは、そこから応用編でこうしたらもっといいじゃんとか、それが型になってくる自分の。なるほど。まあだから間違いは間違いじゃないこともある。ある全然ある。そういうことよ。こうしたらダメよっていうことが良かったりする。だから柔軟に、ほんと柔軟に、逆発想とか俺もすごい好きなんだけど、嫌いな人ほど好きとかね、例えば逆発想ね、そういうレベルよ。なるほど、そこはすごいな。本当そういうレベルよ。だからさ、俺この前すごい不思議に思われたのは、椎名さんってすごい温和で切れないですよねって言われたことがあって、っていうかよく言われるんだけど、こういう感じなんで、
なんだろう、逆に言えば自分がこうなんていうの、自分の精神がこう揺らいでる時っていうの、こう安定してない時は切れるわけですよ。安定して何かにこうそうストレスを焦ってるっていうか、まあ、焦ってるとかストレスを感じたりとか、いろんなことがうまくいかない時ってあるじゃん、周期的にとか。そういう時は私もバイクとか車乗りながら切れてるわけですよ。ただ安定するためにどうしたらいいかを常にやってるんで、自分のメンテナンスじゃないけど、まあ運動もそうだし山もそうだし、それで自分の精神が安定してるんで切れないわけですよ。もともとは結構切れる方ですからねもともとは随分丸くなりましたねって昔の人には言われますから、知ってる人はもう20歳とか、まあ高校もそうだけど、なんだよく飲んで喧嘩してましたもん。まあそういうのがだから安定してくると、だから常にそういう状態を自分作っていくと最高なパフォーマンスができるというか、お客さんに対してもね。そうですね、そこはまあ大事です。めっちゃ大事。自分の体調悪いままにして、お客様をこう触ろうとはやっぱり自分の中でも思わないので、まあさすがにその前々ぐらいは、まあそんな無茶せず早く寝たりとか、体疲れることはせずにとか、まあちょっとそういう意識は持ってやってます。まあ疲れることをしても寝れば治るので、私は山行っても次の日下手したら山行ってその日の夜仕事ですから、普通に私。それはそれですごいですね。体を動かしてすごいなって言われるけど、別に山は遊びに入るんだと思ってるから、遊びっていうかプライベートだと思ってるので、プライベートはプライベート、仕事は仕事みたいな。山行っても全然夕方とか帰ってくることが多いから、その後お風呂入って疲れ取ってからそのお仕事みたいな、そんな感じよ。あれはあれですね、ちょっと精神的にストレスを緩和させるものだと私も思ってるんですよね。だって会社に行ってる人が休みの日に山登って、その次の日また会社で、どこで休んでるのっていうのは、そこで休んでるんですよね。休んでないけど山登ってるんだけど体動かして、だけどそれがすごい癒しになってるんですよね。ってことはあれなの、体より精神の方が疲れてるってことなのよ。そうですね。ってことはそういうことなの。精神が疲れてるから体がおかしいわけですよ。もうね、だから心と体は表裏一体ってよく言うじゃないですか。そこなんですよ。ってことはやっぱり心のこう安定っていうのがすごい大切。バランスをちゃんと自分で整えていくのも一つってことですね。めっちゃ大事なとこです。究極、それも究極かもしれないけど、そこです。そうですね。常に同じ、要はその常に自分の状態を一定に保って相手と接するっていうのが、それができると、なんか人からなんか嫌なこと言われても何にも気にならないし、なんちゅうんだろう、本当に気にならないよね。あと意見が全然違うことを言われたり、そうです。それもそれはそれなりの考えなんだなとしか全く思わないし、なんかヘマしちゃった人がムカッと来ないんだよね。いや、まあそういうこともあるよっていう、あるさっていうぐらいで次頑張ろうみたいな感じ。ただ怒ってくるやつがいるじゃん。そしたら怒ったら嫌でしょ。怒られるのは嫌でしょ。嫌だと思わないんだよ。この怒ってる人はなんでそうさせちゃったんだろうと思う。そう思っちゃう。そこのその原因は何だったんだみたいな。そうするとなんか嫌じゃない。なるほど。怒られてる感覚じゃない。前に何があったんだろうって思う。そっちの方が強くなっちゃう。安定してるとね。それが安定しないと怒られると何をやろうってなっちゃう。反発するかへこむかって感じになっちゃうんですよね。それがね、安定してるといい感じなわけですよ。なるほど。ちょっとそこの部分もですね、今から整えて、体も精神も整えていきましょう。はい、ちょっと長くなっちゃったけど、ちょっとゆるトークということで、これ動画出しますんで、自分でまた見てもらって。わかりました。ちょっとまた楽しみにして。はい、じゃあ今回はこういうゆるトークでしたね。でも中にはね、勉強できることはいっぱい入ってるんだけど、ここまで見てくれてる人がいるかどうか。そうですね。確かに長いな。これは長いから。
5分ですから。すごいですね。ちょっとそんなに話してたら。でもこれをなんかブツブツカットして出すもんじゃないから、これはこれで長く出します。わかりました。はい、ご視聴ありがとうございました。またねー。少しでも面白いとか役に立つと思っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。お願いします。